ロマノフ王朝崩壊。それは一つの新時代と引き換えに一つの家族が闇に葬られたと言っても過言ではありません。このアレクセイ皇太子こそが今回の事件の一番鍵となる人物で、そして一番の悲しみの犠牲者だったのかもしれません。アレクセイは1904年に待望の皇太子としてロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世とその妻アレクサンドラ皇后との間に誕生しました。そして彼には4人の姉のオリガ、タチアナ、そしてマリア、アナスタシアがおり、唯一の男の子として大変大切にされ、皆から愛されました。しかし彼には遺伝性の病である血友病を患っていたのです。血友病とは血液が固まりにくく止血した役割が低下した症状であり、主に母系保因者から遺伝し男子に発症する遺伝病です。例えば私たちは通常転んだり指を切ったりすると血が出て絆創膏を貼れば血は止まりますよね。しかし血友病患者は生まれつき血液凝固因子が欠乏低下しているため、表面の出血よりも転んだり切ったりすると筋肉の中や関節の中で出血が起こってしまいます。さらに青あざができやすかったり、歯磨きをすると出血しやすい、鼻血が出やすいなどの症状に苦しまれています。血友病は完治できないのですが、薬や医療技術が進化したため、気をつけていれば通常の日常生活は送れるようになっています。しかしこの頃の時代だと血友病患者は普段の生活をとても気にしながら過ごしていたと言われております。これが実際の血友病の治療を受けているアレクセイ皇太子の様子です。表情がとても辛そうです。血液や骨、腱を破壊するほど重く、彼は手足を曲げたり伸ばしたりすることができなかったと言われています。もともと血友病はビクトリア女王の家系から遺伝的にもたらされているため、母のアレクサンドラは自身の遺伝からということを非常に責めました。そしてアレクセイが血友病患者ということで周囲の混乱を招くことを恐れて、ごく身内のトップシークレットとしたのです。ラスプーチンとは、皆さんもこの名前にピンとくる方が多いと思いますが、改造ラスプーチンことグレゴリー・ラスプーチン。彼は俗に言う祈祷師でした。彼は帝政ロシアの末期と密接に関わっていた人物で、ロシア皇帝と皇后、そしてその子供たちの皇女たちやアレクセイからも厚く信頼を得ていた男でした。彼の活動は主に病気を祈りで治療するというスピリチュアルな方法で人々の病を治療していたそうです。本当かよと思う人もいるかと思いますが、実際彼は多くの農民を治療しており、神の人とまで呼ばれていたほどの実力があったそうです。ラスプーチンって超能力者だったのと思うかもしれませんが、実際彼の実話として馬泥棒なる事件があったと記録されております。ざっくりお話しすると、まだ幼少期のラスプーチンが熱にうなされていたある日、貧しい農家の馬が一頭いなくなってしまい、それを村の人たちが話をしていたそうです。すると熱でうなされていたラスプーチンにもその話の内容が聞こえた瞬間、彼は突然起き出し、こいつが馬を盗んだと言い放ったそうです。こいつと指さしたのが村の中でも裕福な農夫だったらしく、村人たちは、いや、こんな人がそんなことをするわけないという反応だったらしいのですが、どうやらラスプーチンの言葉が気になった複数の村人は後日その農夫の行動を見張っていたところ、本当に馬を離している瞬間を捉えたという逸話が残っております。実際この話の内容が本当なら、ラスプーチンは超能力的な何かを持っていたということになりますよね。その後ラスプーチンは自身の超能力的なものを自覚し、数十年の間は人々のために
治る見込みのない病を祈祷して治療を行ったり、また時には予言した予知なんかもしていたそうです。今回はアレクセイの生涯のことについて、焦点を与えているので、もし何らかの機会がありましたら、またより深くラスプーチンのことについても紹介してみたいと思っております。次第にラスプーチンはその要望も相まってか、今でいうカリスマ的なポジションで人々を魅了していたそうです。そして人々からその実力と信頼を得ていった彼の噂は、次第に皇室の耳にも届くようになります。ラスプーチンの宮廷入り。たびたびアレクセイの血友病で頭を抱えていた皇帝夫妻は、奇跡の力を持つ者として実績が豊富なラスプーチンを宮廷へと招き入れることにします。早速夫妻は彼にアレクセイの治療を依頼しました。するとその場で祈祷を始め、アレクセイの痛めている体に触れると、なんと先ほどまであんなに苦しんでいたアレクセイが徐々に痛がらなくなっていき、彼の顔に生気が戻っていたそうです。この不思議な現象を実際に目の当たりにした皇帝夫妻は、ラスプーチンを熱く信頼するようになり、特に皇后のアレクサンドラはすっかりラスプーチンに魅了され、傾倒するようになっていきます。このラスプーチンの治癒能力というものは、現代でいう催眠療法だったのかなと思っています。当時の人々はもちろんネットなど何もない、時代でしたので、ラスプーチンが目の前で祈祷して治療をしていって実際に治してしまっている様子を見てしまうと、全くもって疑っても仕方のないことなんですね。個人的には本当にラスプーチンは超能力を持っているんじゃないかなと思っています。しかしラスプーチンが宮廷入りして、アレクセイと皇室一家が明るさを取り戻していったのもつかの間です。ロマノフ一家には陰りが見え始めていたのです。ラスプーチンとアレクサンドラ皇后。ラスプーチンと出会う前のアレクサンドラ皇后は、アレクセイの血友病は自身の家系的遺伝から発病していることを重く責め、また周囲に極秘であったことから、アレクセイを心配するあまり心身ともに病んでいたそうです。今でいううつ病にかかっていた可能性が非常に高いと思います。しかしラスプーチンと出会って、彼がアレクセイの病を祈祷治療していくのを感じていた彼女の状況は、みるみるうちに元気を取り戻し、すっかり彼に魅了されていきました。本来はアレクセイの治療のためにラスプーチンとお別れになっていたアレクサンドラ皇后ですが、実際には彼女の方がすでにラスプーチンのことを心から必要としていたのかもしれません。また世間からは男女の関係があったんじゃないかというふうに言われておりましたが、実際にはなかったんですけれど、アレクサンドラ皇后は間違いなくラスプーチンのことを、ニコライ2世はさておき心から愛していたんじゃないかなというふうに解釈しております。ニコライ2世はラスプーチンの存在を疎ましく思っていましたが、愛する息子と何よりアレクサンドラの怒りを恐れるあまり、その異密な関係を黙認してしまう惨状だったと。こういった背景があったにせよ、貴族でもないただの農民出身の僧侶が宮廷へ入り浸る様は、宮廷内や貴族はもちろん国民までもがラスプーチンと皇室一家に強い反感を抱くようになりました。そして一方、見事アレクサンドラの信用を確実に掴んだラスプーチンは、第一次世界大戦が始まるとニコライ2世は戦地へ赴き、アレクサンドラ皇后が内政を担当することになりました。するととうとう政治にまで口を挟むようになっていきます。もちろんラスプーチンが内政を指揮しても戦況は悪化の一途をたどる一方です。当たり前なんですけど、その状況にはもう周りは黙っていることはできませんでした。1914年、先ほど少し触れましたが、第一次世界大戦が開戦するとニコライ2世は戦地へ赴くようになります。するとラスプーチンの祈祷治療で容体が安定していたアレクセイもそんな父についていくようになります。もちろんアレクサンドラ皇后はアレクセイに少しでも危険なことはさせられまいと反対の姿勢でしたが、
将来的な立場を考えると目をつむって送り出してあげたそうです。資料によると、アレクセイは軍隊がとてもお気に入りで、上等兵の階級を与えられるほど軍隊生活を好んでいました。また将来は自身が皇帝という立場になり、ロシア国家を率いていくことを意識して前線部隊の視察や軍の宿舎で寝泊まりをするなど、自らの立場を理解していたようです。一方、ニコライ2世はアレクセイが血友病患者ということを周囲には極秘にしているため、終始ヒヤヒヤしながら視察する傍ら、アレクセイはここの私の生活に大きな光を与えてくれたと語っていたそうです。実際アレクセイが戦地へ姿を見せると、それは軍の士気が熱狂的に上がったそうです。そして彼もそれを誇りに思っていたそうです。とっても微笑ましいです。このロマノフ家は皇室一家といえども割と近代だったこともあり、今の我々の現代人ととても近い感覚を、結構持ち合わせているんですね。1917年3月2日、ニコライ2世は革命により臨時政府が設置され、その圧力によりほぼ強制的に皇帝を退位することになりました。そして次なるロシア国家の指導者として名前が挙げられたのは、皇位継承権第1位のアレクセイでした。ニコライ2世はアレクセイを新皇帝に任命し、それをサポートする立場に実弟のミハイルに摂政を任すとして退位宣言書に署名をしました。しかし夜になってニコライ2世はその考えを覆します。なんせアレクセイはまだ13歳という年齢と、何より血友病を抱えている身です。そんな状態で即位した場合、自分たちと隔離させられるのではと危惧し、我が子に即位させることはあまりに不毛と結論を出しました。そしてこのような宣言書を作り直します。私は先の宣言によりロシア皇帝の地位を退き、ロシアの最高の権力を放棄することを決断した。私たちは最愛の息子と別れることを望まない。私たち夫妻は弟ミハイル・アレクサンドロビチ大公が帝位を継承し、大公が玉座に座ることを祝福するだろうと宣言しました。しかし臨時政府は新皇帝となったミハイルに対し、身の安全は保証できないと通告し、ミハイルは即退位をしてしまいました。これが実質300年近く続いたロマノフ王朝の崩壊となったのです。